こんな小さな歯切れでも、こんな変な形でも、簡単に確実に素早くパッチワークして可愛くしていこう。綺麗なバラだね。もう終わりの頃かな。できるだけ長く飾りたいな。今週はすごく寒いな。あったかいお茶を入れよう。今日は小さな歯切れでカバンに忍ばせたい便利な小物を作りたいんだよな。朝方は大雨だったけれど、もう止んだんだね。よかった。カバンの中がいつもごちゃごちゃしてるから、それをちょっと整理できるようなアイテムが欲しいのだけど、ティッシュが入れられて、絆創膏だとか子供のいつも持ち歩く念のためのお薬やらリップやら、そういうものを入れられたらいいな。型紙を作っていこう。ティッシュが入る大きさを確保して、なるべく簡単に作りたいな。こんな感じでどうかな。折りたたむようにして作る？作りながら考えていこうかな。おお、晴れてきたね。歯切れをチェックしてみよう。小さい小物だから小さな歯切れでいいんだよな。面積が小さいから気楽にできるし、小さい歯切れをたくさんつなぎ合わせるとその分可愛くなるからね。よし。それじゃあパッチワークしやすいようにカットしていこう。今回は接着芯に歯切れを並べてくっつけてから縫っていく、そんなパッチワークのやり方にしようかな。小さい歯切れで縫い代も節約したいから、芯を貼っておけば縫い代も少なくても安心だし、何より早くて楽ちんだ。これはお気に入りの生地だ。どこを使おうかな。こうしようかな。
こう合わせたらかわいいかな。裏地はロスで買ったこのかわいい生地にしよう。パッチワークをする前に芯を貼るから芯もカットしておこう。縦の洋尺に足りていない小さすぎるはぎれを芯に貼る前に継ぎはぎしておこう。接着芯にはぎれを貼っていこう。どう並べていくか考えるの楽しいなあ。接着芯にはぎれを貼っていこう。貼れたらいよいよパッチワークをしよう。はぎれの境界線で中表に折って縫っていこう。とっても小さなはぎれだから縫い代は5ミリぐらいで縫おう。芯を貼ってからこうしてパッチワークすると待ち針も必要ないしとても楽だ。
パッチワークが終わったから整えていこう。さあ夕ご飯だ。最近は子供たちは本当によく食べるから本当に大変だ。いよいよ仕立てていこう。本体を中表に合わせて両脇を縫おう。もう一つの本体も中表に合わせて両脇を縫おう。表に返して周りをぐるりと仮縫いしよう。もう一つの本体も同じように縫おう。
本体2つを5ミリほど重ねて仮縫いしよう。こうして折って脇を仮縫いしよう。上下をバイアステープで覆おう。先日端切れで作ったテープを使おう。バイアステープをこうして余らせてから最初に裏と合わせて縫い合わせよう。縫い終わりも少し余らせてカット。こうして蛇腹に折って本体の端の箇所に印をつけておいて、そこを縫おう。余計なテープをカット。もう片側も同様に縫おう。表に返そう。角をしっかりと出して縫い代はなるべく隠して表側を縫い付けていこう。もう片側も同じように縫っていこう。最後にスナップボタンをつけよう。